Okay, today's title is The Secret to Not Be Swayed by Others. Here we go. Hi, this is Yasuyo. I'm Life Soul Designer. Today's topic, 周りに振り回されない秘訣です。ゆこちゃんよろしくお願いします。はい、お願いします。自分、よく人に振り回されたくないとか、周りに振り回されるのが嫌だとか、だから人間関係めんどくさいみたいなことってあると思うんですけど、はい。ゆこちゃんは人に振り回されやすいなとか自分で思います？多分振り回されやすいかな。はい。で、振り回されてる自覚がある人と、知らず知らずに振り回されちゃって、すごいクタクタになっちゃう人と、自分で把握できてるかできてないかっていう、タイプにもよると思うんだけど、特に日本なのかな、本当でも一概に日本人はこうって言い切れないんだけど、人のその出してるエネルギーを勝手にこちらが汲み取って一緒になってこう落ちたりイライラしたりいわゆる勝手に自分が受け取ってるだけなんですけど、そういうふうに過剰にその人の気持ちを汲み取りすぎるがゆえに振り回されてしまうみたいなことってあると思うんですね。で、これ人の気持ちをもっと汲んだ方がいいとか、人の気持ちをよく分かった方がいいっていうふうにも言われたりもするけど、私としては例えば相手が機嫌が悪い時ってなんとなく分かるじゃないですか。なんか機嫌悪いんだなっていうのはムードというか、雰囲気で醸し出してるから、こっちはなんとなくそれを分かると思うんだけど、そういう時って純子ちゃんだったらどうなりますか？自分が一緒になって機嫌悪くなったりする？機嫌そうですね。機嫌悪くなったら、あと相手が機嫌悪いかどうか分かんなくても、機嫌損ねちゃったんじゃないかとか思うこともありますしね。自分が自分の何かしらによってってこと？そう。なるほどね。例えば本当のことって本当かどうかはわからないですよね。自分以外の人だから。なんだけど、なんとなくきっとこうなのかなっていうふうに勝手にこちらが汲み取って、一緒に暗いエネルギーなら一緒になってちょっと暗くなっちゃったり、一緒になってちょっとイライラしちゃったりとか、あとはよくあるのは機嫌悪いのとか言っちゃって、向こうが、悪くないよとか言って明らかに悪い言い方をされて、だんだんヒートアップしていくみたいな時もあるんですね。だから相手が機嫌悪かったりイライラしてたり怒ってたり落ち込んでたりした時に、それをわざわざね、なんていうのかな、自分が余計に広げちゃうケースってあると思うんですよ。あるかもしれないですね。余計に怒らせるとか。だから小さな火種、その人がイライラしてるのをイライラしてるんでしょうっていうことで、余計にその火をね大きくするっていうことがよくあるんですね。だからそういう実はそれって気にかけてあげてその人のことを言ってあげてるつもりなんだけど、結局
相手のその感情をさらに増大させることを案外やってるんじゃないかっていうことなんですよ。はい。うんうんうん。落ち込んでるんでしょ、なんか大丈夫なのみたいな。向こうが落ち込んでないよ、落ち込んでないみたいな、だんだんうん。うるさいみたいな感じにうん。なってくることがあると思うんだけど、それはね、こう、なんていうのかな。よりその感情に、そのエネルギーを注いでいることを自分がやってしまってることに、まあ気づけないからやっちゃってるんですけど、うん。うん。それを、まず気づくといいかもしれないです。うんうん。うん。自分自身が相手に、その、プラスしてどんどんそのエネルギー自体を大きくさせてしまってるかもしれないんだなっていうふうに捉えると、じゃあそれは、だってお互いそんなの嬉しくもなんともないから、うん。怒ってる人とか落ち込んでる人とかいたら、どうなればいいかなっていうふうに考えたときに、自分の機嫌の良さに向こうが、こっちにもし、なんていうのかな、寄ってきたら嬉しくないですか？そうですね。うん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 。うん。そう。だから自分はそこに加担するんではなくて、自分自身はその人と、その、エネルギーをこう、交わらせない選択をしてあげると、結局、その人のためにもなったりすることがよくあると思うんですよ。確かに。うん。うん。なので、なんかそっち側を練習してみてはどうかなっていうか、もし、いつもなんとなくその人のことを思って、その人にうん。同調しようっていうふうに、優しさで、やってしまうと思うんですけど、良かれとうんうん。思ってね。うんうん。うん。でも、実はその人のそのマイナス的な、そのエネルギーを増幅させてるんだとすれば、あ、このやり方じゃない方がいいんじゃないかっていうふうな、今日はその秘訣っていうか、うん。アイデアを皆さんに伝えたいなと思って、これを喋ってます。うんうんうん。うん。でも、やっぱ釣られちゃうのもわかるんだけど、うん。だけど自分はその人のそのエネルギーに同調していいことがあるならいいんだけど、あんまうん。りないんですよね。そうですうん。ね。うん。そう。なので、そのやり方がもしかして慣れ親しんでるかもしれないんだけど、全く逆をやってみるっていうことで、うん。その、相手にとっても、なんかそれが逆にギフトになったらいいよねっていうことなんですよね。確うん。かに、なんかこう、うすごいん。不安だったりとかしうん。てた時に、安代さんと話した後に、電話でちょっと話したぐらいとかでも気持ちが、なんかうん。落ち着いた時とか、うん。うん。なんかすごくありがたいですもんね。なんかそうだ話してそういよね。う風になったらね。うん。うん。うん。ジョコちゃんの場合すごいわかりやすいからあの、今ちょっと気分が下がってるんだなっていうのはやっぱり声のトーンとかでわかるんだけど、うん。でもやっぱそこにあんまり私は乗っからないというか加担しないで、うん。なんかこう、引っ張り上げるような感じで、まあ人といつも接してるんですけど、うん。うん。うん。そうすると、相手がやっぱりエネルギーを力を取り戻すっていうか、うんうん。うんうん。そう、だからそういうふうに自分ができる可能性を秘めてるよってこと、そのコミュニうん。ケーションの中でも。うんうんうん。うん。うん。だから相手に振り回されちゃうんですっていう相談が、まあ、ある時は、うん。振り回されてるんじゃなくて、振り回されに行っているっていうふうに自分で理解するといいかもうんしれない。うんうん。うん。わざなるわざそほど。の中に飛び込んでるっていうか。うんうん。うん。そう。だから、振り回されているって、やっぱ外が私を振り回してるっていうふうに、どうしても思いがちじゃないですか。うん。うん。
でも、自分が振り回されにわざわざその中に入ってるんだってことに気づくと、その振り回されるっていう手前で、自分の意思で、私は別に振り回されることを選ばないっていうふうに選んで、その外側からその人をこう、なんていうのかな、見てあげるっていうか、そうすると自然と自分の側にその人をこっち側になんていうかな、誘うことができるよってことです。この違いは本当にちょっとやってみればわかるので、私って振り回されやすいんですって思ってる人は、自分でやってるんだなってことに気づいて、で、その中にじゃあ入らない。別に入ってもいいんですけど、でも入らないで、外側からその人自体を、こっちの自分がもし機嫌がいい状態であれば、こっち側に誘えるぐらいの力が本当はあるよってことが分かってもらえるといいかな。なんかこれをプラスのエネルギー、マイナスのエネルギーっていう言い方を今分かりやすくしてるんだけど、どっちの方が強いと思います？プラスとマイナスって。その機嫌が悪いエネルギーと、機嫌がいいエネルギー。どっちが強い？なんかどっちの方に引っ張られやすいっていうか、機嫌が悪い人対機嫌がいい人の対話の中で、本質的にどちらのエネルギーの方が、なんとか高いエネルギーだと思う？機嫌がいい人かな。そうだよね。そう。だから、どんなに相手が機嫌悪くても、いい人がそこから離れなければ、絶対その相手も機嫌よくなるんですよ。だから、その、機嫌が悪い人ってすごいほら、マイナスオーラっていうか、ネガティブオーラすごい出してるから、あの人変えるの難しいよねみたいに思いがちというか、ネガティブパワーとか強いから嫌だって思うかもしれないんだけど、本当はそのプラスのパワーにはもう全然こっちのエネルギーの方が本当に高いので、それをなんか自分で分かって使えるようになると、ほとんど人に振り回されなくなりますよ。そしたら、なんか人間関係はすごくスムーズだし、あと自分が、なんかあなたといると元気になるわとかさ、そうですよね。なんか喋ると落ち着くとかね。そう言って、その人と、喋るといつもいいエネルギーに変えてくれるから、いいなって嬉しいなみたいな、そういう存在にこう自らなっていけるような、このちょっとした秘訣を今日はお話ししてみました。はい。はい。なんか質問ありますか？つまり、いつも無意識にその相手の機嫌に振り回されていたということにまず気づくことが一つ。で、二つ目は、自分の機嫌のいい状態の方がエネルギーが高いということを自覚して、その相手に振り回されないという意図を持つっていう感じですかね。そうです、そうです。はい。これさえできるようになると、人に振り回されるっていう感覚はほとんどもうなくなると思うので、ぜひそのコミュニケーションがなんかちょっといつも不安になりやすい人っていうか、相手に引っ張られやすい人はちょっとここ意識してやってみてもらうと、全然自分でやってたんだってことに気づくきっかけになるかなと思います。練習してみます。練習してみましょう。はい。ありがとうございます。Okay, so we provide intuitive consulting content here. If you like it, please click like and subscribe buttons. Also, write down some comments, please. Thank you.